お金持ちの人はほんと幸せだよな。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この動画では登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して登場人物の悩みを解決していく動画です。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは今井隆さんが書いたいつも幸せな人は2時間の使い方の天才です。皆さんは普段幸せだと感じていらっしゃるでしょうか？お仕事が忙しかったり、家事などの大きなストレスで幸せを感じる暇もないという方もいらっしゃると思います。サラリーマンの収入はなかなか上がらないし、食品の値段はどんどん上がるなど、ストレスの原因はたくさんありますよね。お金持ちの人はさぞ幸せなんだろうなっていうふうに思いますよね。実際著者も最初はそう感じていたそうです。しかし実際に幸せと感じている多くの人に出会ってみてこう感じたんだそうです。お金持ちだから幸せではないんだということなんだそうです。では幸せな人と幸せではない人は何が違うのか。それは幸せな人たちは自分が幸せと感じる時間をうまく作り出しているんだそうです。この本では幸せを感じる2時間を作ることができれば生活の質がぐっと良くなり物事がうまくいくというふうに言ってるんですよね。今回の登場人物はそんな幸せを感じられていない方なんです。それでは紹介したいと思います。新一さん45歳です。妻と中学生、小学生のお子さんが2人いらっしゃいます。家族の幸せを強く願う一方で、生活費の増加であったり、子供の教育費などが大きな負担になっているんです。一般的なサラリーマンで、主にデスクワークを担当しています。入社から20年同じ会社に勤めていて、今は昇進はほとんど見込めないそうです。新一さんは幸せイコール経済的安定だというふうに考えていて、特に子供たちに不自由な生活はさせたくないというふうに感じているんだそうです。お金が増えればいろいろな悩みが解決して幸せになれるのにというふうに考えていらっしゃるんです。会社では残業しがちなんですが、ただ早く帰ってもこれといって予定がない状態なんです。そんな新一さんが少しだけ自分の時間を感じられるのはパチンコに行っている時や気分転換でタバコを吸う時ぐらいらしいです。そんな新一さんの目的を幸福度を上げて充実した日々を送るに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物の新一さんの悩みに当てはめていき、どうしたら新一さんの悩みが解決し、目的を達成できるのかということをこれから説明していきたいと思います。1つ目のポイントは、自分が幸せと感じるものを知るです。意外と自分がどうなったら幸せなのか、具体的に分かっていない人が多いということなんです。新一さんもその一人なんですね。幸せになるためには必ずしも輝かしい生活が必要なのではなく、どういう自分が幸せな状態なのかを見つけることが大切なんです。しかし日常生活では自分を客観視する機会が少なく、気づかないまま過ごしてしまいがちなんですよね。そこで自分を幸せにしてくれるものリストを作ると、見えなかった幸せが見えてきます。例えばサウナやコーヒーが好きなど、些細なことでもいいんです。頭で考えるより心で感じるものを選ぶといいそうです。この本では幸せを達成感、触れ合い、リラックスに分類するといいと書いてあります。このバランスが取れているのが重要なんだそうです。なぜバランスが取れているのが重要かというと、ずっと達成感を味わっているとか、ずっと触れ合いを感じているとか、ずっとリラックスを感じているだけでは人は飽きてしまうということなんですね。また、リストに記入する際に気をつけたいのは、一時的な快楽は記入しないという点です。ゲームとかテレビっていうのは、その時楽しくても、後で不毛に感じることが多いですよね。その行動をしているとき、自分が好きな自分でいられるかを基準にすると、真の幸せにつながる活動を選びやすくなります。新一さんが今幸せと感じているのは、タバコとパチンコなんですよね。タバコはリラックスできるかもしれませんが、それをしている自分が好きかというのをよく考えた方がいいと思います。パチンコは勝った時に達成感が得られるかもしれないんですけど、それをしている自分を好きになるとは思わないですよね。二つ目のポイントは、幸せなことに時間を使うため無駄なことをやめるです。
振り返ってみると私たちはびっくりするほど無駄なことに時間を使ってるんですね。こうした無駄な時間を減らしていって自分を幸せにする時間を作ろうということなんですね。新一さんの場合は残業をしがちなんですよね。ではその残業を減らすためにはどうしたらいいんでしょうか。まず最初にやるのは仕事の中で無駄だなと思うことを洗い出すことから始めます。そして無駄な仕事を洗い出せたら試しにやめてみることが有効です。例えばよく思われたいからやっていることであったり、不安だからやっていることなどは実はやめても大丈夫なことが多いんだそうです。問題がなければそのままやめて、もし必要があれば再開すればいいだけなんだそうです。新一さんの場合であれば、無駄な会議とか必要のない資料作成作りとかが該当してくると思います。このサイクルを続けることで自分の時間を確実に幸せなことに当てられるようになるんです。3つ目のポイントは幸福感をうまく生活に取り入れるです。幸せには達成感、触れ合い、リラックスの3種類がありましたね。1つ目のポイントで選んだ幸福感を味わっていくためにスケジュールを組むことが大切なんです。では、新一さんの場合の幸せになるスケジューリングをしています。まずは仕事でやるべきことを決めて、その仕事をしっかりとこなします。これで達成感を味わうことができますよね。次にお昼に仲のいい会社の人とおしゃべりをするとします。これで触れ合いを味わうことができますね。ついでに美味しいコーヒーでも飲んでリラックスも得られます。丸2のポイントで残業なく帰れたとします。新しく初心者向けのエアロビクスに挑戦してみるのはいかがでしょうか。運動によって達成感が得られますし、友達ができて触れ合いも得られますよね。夜は風呂上がりにアロマを焚いてストレッチをしてみるというのはどうでしょうか。これでリラックスを得ることができます。このように達成感、触れ合い、リラックスを味わえるようにスケジューリングすれば充実した一日を過ごすことができて幸福感が増していくんです。また、これらの達成感、触れ合い、リラックスは小さなことでもいいんです。大切なのは、これらを少しでも得た時に喜びを感じる癖をつけることなんです。多くの人は些細な出来事に喜びを見出せてないんですよね。小さな成功や嬉しい瞬間をしっかりと味わい、喜びを感じることで幸福感が高まっていき、またこの幸せを味わおうという意欲が生まれてくるんです。このようなことを続けていくことで生活全体が豊かになっていくんです。また、長期的な幸福感を得るというのも大切なんです。どうやるかというと、例えば1ヶ月、1年、3年といった将来の目標を設定して、それに向かって少しずつ行動を積み重ねていくんです。これによって行っている行動が目標に向かったステップとなるんですね。例えば資格の勉強をしたり、プログラミングに挑戦したり、新しい習い事を始めてみるのでもいいです。長期的な目標を設定することで、それらの取り組みが未来につながるという意味を見出しやすくなって、普段は得られなかった達成感を得ることができるようになるんです。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか。お金をたくさん稼ぐことができたら幸せになれるよなって多くの人が思ってますよね。しかし、今回の幸せになるための3つのカテゴリーの達成感、触れ合い、リラックスのどれもお金を得ることって直接関係してないんですよね。要するにお金を使って何かをすることで達成感、触れ合い、リラックスを得ることはできるかもしれないんですけど、お金自体があってもこれらを得ることはできないんですよね。著者も言ってるんですけど、お金を得ること自体が目的になっている人が多いということなんです。お金を得ることはあくまで手段なんですね。目的は達成感、触れ合い、リラックスを得ることだというふうに考えれば、お金以外の手段もたくさんありますよね。この本はそのことを教えてくれてます。今回の動画で幸せな時間の使い方が少しでも分かったという方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。概要欄にお問い合わせのリンクも貼っておきましたので、そちらにコメントしていただけると嬉しいです。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。